こんにちは、あやこです。今回は2024年で購入したもので買ってよかったものベストバイを紹介したいと思います。それではご覧ください。まず一つ目はこのシャワーヘッドです。節水のためにシャワーヘッドを変えている方は結構いらっしゃると思うんですけど、これはどちらかというと節水は二の次、とにかくジャバジャバ浴びたい人向けって感じのシャワーヘッドです。節水のシャワーヘッドは我が家でも何個か試してみたんですが、たまたまかもしれないんですが、購入した商品が全部水圧が弱いものばかりで、その水からお湯に変えたりシャンプーを洗い流すのにすっごい時間がかかってストレスがたまるということで、もともと物件についていたシャワーヘッドに戻そうかなと思っていたんですが、止水ボタンがないタイプだったので、せめてその機能が欲しくてこちらのシャワーヘッドにしてみました。結果めっちゃ良くて、もうね、とにかくお風呂に時間がかからなくなってストレスフリーになりました。続いてこちら、いつでもランプついたという LED です。ダイニングのペンダントライトにつけていて、普段はもう普通の電球と変わらないように使っているんですが、実はこれは通常時は点灯しながらも電球内部で蓄電してくれているんです。これが活躍するのは停電の時です。停電になった後 1,2 秒ですぐにその蓄電していたエネルギーに切り替わってすぐに電気がつきます。実際に去年ゲリラ豪雨で何度か停電することがあったので、買っておいてよかったなと思いました。ちなみにこのランプは電球を外しても使えるので、手の側面と底を接触させれば電気がつくという仕組みになっています。なので懐中電灯としても使うか使わないかは別として、そういった使い方もできます。付属のフックをつければ電気のオンオフもスイッチで調節可能ですし、フックに引っ掛けて吊るすみたいな使い方もできます。続いてニトリのフィルムミラー、寝室に置いている鏡を割れないフィルムミラーに変更しました。今までは大きくて重い鏡を置いていたんですが、もし寝ている時に大きな地震が来たら足を怪我してしまう可能性もあるし、災害でなくても子供がうっかり触って割ってしまったというのもいろいろと面倒だなと思いまして、割れない鏡というかフィルムミラーを導入することにしました。鏡としてのクオリティですが、特に全身を普通にチェックする分には全然申し分ないかなという感じです。あと子供がよく手をかけたりしていますが、とても軽いので落とした時も安心して見守っていられます。フィルムミラー自体はいろいろなお店で発売されているんですけど、いろいろと見比べてニトリが一番お手頃だったなと思いました。続いて無印良品で購入した収納ストッカーです。これは去年無印で新しく発売されたもので、もともと半透明のタイプのものはロングセラー商品としてあったんですけど、私もクローゼットなどでそれは使っていたんですが、ただ半透明のタイプだと洗面スペースに置くとごちゃつきそうだと思って別のメーカーさんの中の見えないタイプのストッカーを使っていました。だけど去年新しく無印良品から中身の見えないタイプのストッカーが発売されて、待ってましたという感じで即購入しました。4段セットになっているものに追加用のストッカーを加えて棚をカスタマイズして使っています。以前使っていたものよりも収納できるものが増えたので、洗濯機から直接こちらに入れることで家事の時間も減りました。続いて無印良品の柄の長い計量スプーンです。これはその名の通り柄が長いのが特徴です。何か調味料を入れて熱い鍋にそのまま入れてかき混ぜたとしても、あまりその湯気というか熱気が鍋から離れているので、その熱気が手に当たりづらくて熱ってならないところが気に入っています。適度に重くて手にしっかり馴染むところもいいです。半分のところに、ラインが引いてあるので1/2分の1を測ることもできます。こちらも無印良品で購入しました。お皿にもなるカッティングボードというもので、小
ーズなどのちょこちょこしたものをカットしてそのまま食卓に出すという時に使っています。このお皿の中で切れるのももちろんですし、木でできているので、子供とかにうっかり手に取られた時に割れる心配がないのも安心できます。おそらくちょっこっとしたものを切るものなので、結構がっつり包丁を入れると縁が当たってこんな感じで傷がついちゃいます。続いてこちらも無印良品のウレタンフォーム3層スポンジです。今更無印のスポンジ紹介するなんてと思った方多いかもしれません。私も思いますけど、でもあえて2周ぐらい回ってやっぱりおすすめしたいやつだなと思っておすすめします。私も1日1枚使えるスポンジとか100均のものとかいろいろ試してみたんですけど、やっぱりこれだなとなりました。まずこの絶妙な厚さと泡立ちの良さがいいし、適度に汚れてくれて適度にへたってくれるんですよね。そこまで持ちがいいスポンジっていうわけではないんですけど、そろそろ捨てた方がいいかしらって時にも罪悪感なく捨てられるようなみすぼらしさになってくれるところがいいです。白をずっと使っていて、なんかそれもまた適度に汚れてくれるところが気に入っていたんですが、なんかスポンジを新しく取り替えた次の日に限ってカレーだったりするじゃないですか。そういう時って白だと結構ダメージでかいんですよね。グレーだったら多少ダメージを低減できるというところで、最近はグレーを購入しています。正直なところコスパはそこまで良くないので、これ以上高くなったらちょっと困ってしまうので、無印さんよろしくお願いしますという感じです。続いて北欧暮らしの道具店で購入したメイクボックスです。これは購入するまでに3年ぐらいは悩んでいた気がします。値段がそこそこするので他社の商品と見比べたりはしていたんですけど、やっぱりこの形というかサイズ感とかデザインがいいなと思いまして、思い切って購入しました。そして買ってみてよかったなと思っています。私は使っているお化粧道具はチーク1つ、アイライン1つなど1アイテム1種類だけなので、そんな感じであれば余裕で収まるんじゃないかなと思います。背の高いボックスの方はもともとついていた仕切りに加えて100円ショップで購入した透明のケースに入れて仕切って立てて入れています。ミストとかであればボトルもそのまま入れられるし、蓋の部分に小さめのものが入れられるので取り出しやすくて使い勝手もいいと思います。続いてこちらインテグレートグレイシーのモイストクリームファンデーションです。薄付きで程よいカバー力とツヤっぽさを叶えてくれるファンデだと思っています。私はファンデとかもあんまり上手に塗れなくて、日焼け止めにコンシーラーとかが定番だったんですが、このクリームファンデはツヤ感がめっちゃいい感じに出るんですよね。なんか薄付きなのにカバー力も程よくて、塗ってる感みたいなのが出ないところが気に入っています。またなんといっても1300円ほどというプチプラ価格なんです。デパコス買う前に1回は試してみる価値あります。続いて青パパイヤ酵素です。これはコスメキッチンで売れに売れてるというもの、インナーケアアイテムです。酵素なので腸活というかダイエット目的でも飲んでる人がいるかもしれないです。私とパートナーは夜寝る前に飲むようにしていて、翌朝の眠い、だるい、もっと寝ていたいというのが軽減した気がします。あくまでもそんな気がするというレベルなんですが、今は大容量パックを買っていますが、私は1週間のお試しパックから始めていて、その1週間試し終わった後になんかやっぱ飲んだ方がいいかも、朝すっと起きれるかもと思って常用するようになりました。なので初めての人もそういった1週間の小さいパックも売られているので、そこから試してみるのもいいかなと思います。で、普段は4粒飲んでいるんですが、明日は大事な日とかいう前日には少し多めに飲むようにしたりしています。
続いてこのトリュフ塩です。イタリア旅行から帰ってきた友人にもらえそうなもの第2位っていう感じのものなんですけど、正直なところ私もなんか別に積極的に買うつもりもなかったんですが、先日夫婦で行ったレストランで食事をした際に、このトリュフ塩ではないんですがトリュフを使ったお料理が出てきてすごく美味しかったので、我が家でも作りたいねという話をしていて、ディーン&デルーカのこちらのトリュフ塩を購入してみました。まずトリュフの香りがすごくしてお料理にかなり幅を持たせてくれるし、トリュフのその香りだけじゃなくてこの塩も結構美味しくて、いろんなリゾットとかお肉料理とかサラダとかで使って食べています。続いてエビデンスで子育てという本です。子育てをしているとやはりいろいろと悩みが尽きないですよね。教育にはいつからどれぐらいお金をかけるべきなのか、またどれぐらい一緒に過ごす時間を確保するべきなのか、そもそも子育てのゴールや成功って何なんだろうとか、そんな疑問に対してこの本は多くの信頼性の高い学術論文のデータをベースに分かりやすく解説してくれています。具体的には将来の収入を上げるには子どもの頃に何をすればいいのか、非認知能力を育むにはどうすればいいのか、うんぬんかんぬんなど多彩なトピックが取り上げられていて、エビデンスの数も豊富で、それに基づく仮説も結構興味深いです。ただし実験の再現性がないケースも多くあるという話も紹介されていて、これが絶対に正しいという揺るぎない事実は存在しないんだなという点には驚きました。当たり前なのかもしれないんですが、だからこそ本書の内容はあくまでも参考にしつつ、夫婦で話し合いながら自分たちなりの子育て方針を見出す必要があるかなとは思います。それでも悩んだ時とか何かヒントになる情報が欲しい時などには大いに参考になる一冊だと思いました。続いてセシルの女王という漫画です。実はですね、私は大の漫画好きでして、2024年に新しく出会った漫画として一つ挙げるならこれが面白かったです。この作品は16世紀後半のイギリスが舞台で、エリザベス女王、エリザベス1世ですねとその側近であったウィリアム・セシルという人物を中心に描かれている歴史フィクションものです。エリザベスの実の母は彼女が3歳の時に実のお父さんイングランド王に処刑されてしまうんです。またその時に王位継承権も剥奪されてしまって、そんなエリザベスがどのように女王に即位するかまでというのも見どころです。また現代よりも自分の生まれた境遇、男か女か身分の違いとか長男か次男かによってもその境遇に応じてダイレクトに人生に反映される。なのでもともと自分が持っているカードでそれぞれの登場人物がどのように生き抜いていくのか、時には権力で女を武器にしてとか、政治的手腕でとか、そんな感じで戦っていくのかが面白いです。漫画好きな人は一回は見てみてほしいかなと思います。以上、2024年ベストバイの紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。